こんにちは、市川ファームです。今回はセダムの梅雨時の管理で気をつけることということで、市川ファームで気をつけていることを中心に、やっていこうと思います。もう梅雨に入ってきて、だいぶ湿度も上がったり、雨の日が続いたりっていうのも増えてくると思うんですけど、そんな時にセダムで、こういう状態の時はこんなことを気をつけてますっていうのをやっていこうと思います。まず傷む原因としては、蒸れだったり、水やりのタイミングが原因で傷んだりとか、あとこの時期出るナメクジとかカタツムリっていうのがあります。で、まず蒸れを防ぐためには、株元に風が入るようにカットとか、あと鉢の間隔を空ける、鉢の間を風が通るようにっていうのを、やるために間隔を空けるっていうのと、あと殺菌剤を巻いて株元のこの風があんまり入ってないところから菌が増殖するのを防ぐっていうのをうちではやってます。で、まず、株元に風が入るようにカットなんですけど、これは品種によってやっぱり蒸れやすい、蒸れにくいっていうのがあるので、カットしてあげないと蒸れちゃうっていうのからやっていくんですけど、この辺は品種、後でちょっと蒸れやすい品種っていうのも説明するんですけど、これも品種を見ながらカットしていくっていう感じになります。で、次はこれは鉢の間隔を空けるっていうのは、あとこれは伸びないっていう、伸びさせないためにも必要なことなので、それを心がけてる人はこの梅雨に入ったからって急にやることでもないんですけど、やっぱぎゅうぎゅうに鉢をこんな感じで鉢が詰まっちゃってると、この間を風が抜けないので、場所は必要になっちゃうんですけど、こうやって開けてあげたいです。で、さっきのカットにこの話つながるんですけど、こうやって開けてあげていると、ある程度大きくなっていても蒸れないようになってきます。逆に言うと、こうやって間隔が近くてもある程度ちっちゃく、上の葉っぱ自体をちっちゃくしてあげると、風がちょっとでも通るようになるので、場所がなくて種類をたくさん持っているとかっていう方は、上の株をこじんまりさせてあげて、株元に風が入るようにしといてあげると、蒸れる可能性っていうのはちょっと下がっていきます。で、次は殺菌剤。これ殺菌剤はいろいろ水に溶かして散布するっていうのがあるので、その辺のやつを使ってください。僕は使ってます。これはこの辺のことがちゃんとできてればなくてもいいのかなっていう、これは予防というか、でも蒸れの可能性をどんどん下げたいっていう場合にはちょっと試してもらうのもいいかなと思います。次、水やり。雨の後の快晴に注意と遮光。梅雨の時期は、長い雨が降って、その間は、最高気温が10何度とかの日が続いて、急に晴れると、30度近く行ったり30度を超えたりっていう
天気で急に太陽の光がバーッと当たるっていうことがありますよね。でその時に屋根とかがあるハウスとか、あと軒の下で雨が当たらないところにあったセダムなんかは、大きく茂ってるやつほど雨の間もこう土の中の水分をこう使ってるので、土の中っていうのは乾いちゃってるんですよね。でその乾いちゃってる状態でこう太陽の光を一気に浴びちゃうと蒸れたり傷んだりすることが多いです。はい、なんで市川ファームは、こういうずっと雨が続いてこう晴れちゃうっていう日の前の日にもう水をしっかりあげてます。これで蒸れたり傷んだりっていうのの確率は市川ファームではだいぶ下がってると思います。はい、でその雨の後のこの晴れた時に遮光もしてあれば、その傷む可能性もこれでも下げれると思います。はい、真夏の遮光っていうよりはこういう天気の変わり目の遮光っていうのが大事なんじゃないかなと僕は思ってます。はい、台風後のこうガーンと気温が上がるときに気温とか太陽に当たるときっていうのもこれが効くんじゃないかなと思います。で次が虫ナメクジカタツムリ。これはやっぱりうちなんかだともともと多分畑だったのか田んぼだったかのところにハウスを建ててるのでやっぱりいるんですよね。はい、なんで一応予防というかナメクジ用の水和剤もこの時期かけてて、それプラス気になる場所、よくナメクジが出るようなところには粒のタイプのやつも使ってます。はい、結構家庭菜園用でもいろんな薬が出てて、駆除するやつとか嫌な匂いでこう逃げさせるやつとか、あとは環境とかペットだったりに気を使ってるのとかいろんなのあるんで、はい、この辺のもうまいことを使ってもらうと、大ダメージっていうのが避けれるんじゃないかなと思います。はい、なかなかもともといるとこのこの辺のやつはね、全部駆除っていうのは難しいと思うんで、はい、この地面から遠ざけるとかこういう感じでやってもらえたらなと思います。これ今日やってた作業なんですけど、プラグ苗で、作ってる、これ何だっけ、コッキネウスっていう品種なんですけども、伸びすぎでもう蒸れかけ寸前の苗をもうこのままほっとくとやっぱ病気が出ちゃいそうなので、はい、植え替えるっていう作業をしました。はい、このまま植えちゃってもいいんですけども、こうなっちゃうと植えてもピュッと1本ずつ伸びていくだけなので、先端を切って植え替えるっていうことをしました。もうギリギリこれ以上ほっといたら本当に病気になりかねない、ギリギリというか、生産者的にはアウトな、苗になっちゃうと思うんですけど、根はしっかりしてるんでこれを植え替えました。こうやって先端をまだ葉っぱのあるところで切ってあげると下の方から葉っぱが出てくれるので、これにマグアンプを入れて
いつもの2寸のポットに植えてあげます。皆さんもセダムをプラグトレイで作るときはここまでなる前に植え替えてあげた方がいいと思います。で大まかに気をつける点っていうのが、葉が細くて柔らかい品種ほど蒸れやすいので優先的にカットしてあげるのがいいと思います。うちで育てててやっぱ蒸れやすいのは、この間やったゴールデンカーペットとかミルクウジとかあの辺はやっぱ風や通しをよくしといてあげたい品種です。あとはこれクラッスラなんですけどリトルミッシーとかリトルフロッジーとか、強い品種とかだともうかなりモリモリにしといて風通しが悪い状態でも大丈夫っていうのもあります。強い森村万年草だったり、そうですねアルブムだったり、あと虹の玉チャレンジっていうのをちょっとこの間からやってるんですけど、虹の玉は意外と風通しが悪いところにあるともう茎から腐ったりするので皆さん気をつけてください。それでモリモリの株気をつけるっていうことですね。モリモリでもやっぱさっきの強い品種のやつとか、あと素焼きの鉢なんかに入ってると株元の湿度が多分上がりづらいので無理してカットしなくてもいい場合もあると思います。素焼き鉢でしっかり土は湿らせた状態で風通しがいいとこに置いてあったりすると、強い品種なら大丈夫だと思います。で置き場所この辺はやっぱ地面から遠い方がナメクジとかの被害にも遭いにくいし、風通しもいいところに置いてあれば、傷みは防ぎやすいです。と最後雨の後の晴れ間の水分と遮光、やっぱこの雨の後の晴れ間の水分が僕は一番梅雨の傷みを避けるためには大事かなと思ってて、特に小さい鉢で育ててる弱い品種なんかは気をつけてあげるといいかなと思います。であとその急な晴れ間の時も遮光、この時だけかなと思います。セダムで遮光が必要なのはずっと続いてる夏の暑い時なんかによりもこの雨の後の遮光っていうのがセダムには大事かなと思ってます。でこれ全部が全部やっぱりやってあげないと枯れてしまうっていうわけじゃなくて、置き場所が良ければ弱いこの辺の品種でもモリモリになってる株が大丈夫だったりもするし、あとは弱い品種でもしっかりカットしてあれば置き場所が悪くてもいい場合もあります。この水分もこの弱い品種でもしっかりモリモリじゃなくてカットしてあればある程度は耐えれたりすることもあるので、なんでバランスですね。
皆さんとこの置き場だったり、こう自分がこうしたいっていう理想の形とかを考えながら、なんとかその厳しい時期を超えるように工夫してあげてもらえればなと思います。今回は、もう西の方から梅雨入りが始まってるので、梅雨の時に時間半で気をつけてることっていうのをやってみました。はい、こんな感じで皆さん梅雨を頑張って、越しましょう。ご視聴ありがとうございました。